出た出ました。激渋男の料理旅かつ始まります。出ました男の料理旅かつ重曹編です。重曹駅前徒歩5秒7つや徒歩5秒ですよ。これ駅前から重曹駅前西口徒歩5秒、ここに来ました。メニューもレパートリー、飲み物も食べ物もすごい量ありますね。それめっちゃ安いです。ここのお店は以前視聴者さんから教えていただいて、めっちゃ安いしめっちゃいい立ち飲み屋さんありますよ、七つ屋さんっていうのを聞いたんで、それで早速、行かさせてもらいました。今回、瓶ビール大瓶2本と土手焼き3種盛り、おでんの厚揚げちくわ、あとミンチカツ、ポテサラ、鶏皮ポン酢、このラインナップメニューを注文いたしました。また値段等はまた後で、画面に貼り付けたいと思います。今メニューでね、値段も書いてますけど、これ目安で、まず一番ね、こう名物って書いてあったんで、この土手焼きってよく煮込みで皿の中入ってこう串に刺してないパターンになりますよね。そうかなと思ったら串に刺してるパターンのもんで、それがね、肉がねしっかりして、で歯ごたえもある程度あって、でとろみもあって、とろっと溶けるような感じの、だけど少し歯ごたえもあって、でうまい、めっちゃ甘くてね、でとろっとした味噌がね、筋肉に染み当たってめっちゃうまかったですね。これ2本1本130円ですか、税込みです。全て税込みで130円、2本注文したんで260円。これ後でもう一回注文しようかなと思ったんですけども忘れてました。めっちゃうまかったです。あとこの瓶ビールのね、サントリーのモルツなんですかね、ちょっとこのラベルを知っておられる方はまた教えていただきたいんですけど、大瓶生サントリー、これ大瓶1本400円でございます。2本飲みました。日本酒とかね、他チューハイとか飲もうかなと思ったんですけど、もうお腹いっぱいでボリュームもあったんで、特にねこの土手焼きめっちゃうまかったです。であとこのね、ちょっと見えてますおでん厚揚げちくわ、これもね各130円。今これ食べてます、3種盛り、木寿司と、あとカンパチですかね、ハマチか、あとタコ、この3種盛りで、こんだけで、490円。これもすごい新鮮だったですね、カンパチが。あとおでんもそんなに染み当たってないんかなと思ったら、ある程度染み倒してなくて中規模で染み取ってうまかったです。変に浸かりすぎて色が悪くなってるっていうか、真っ黒系になってるような、うどん屋さんみたいな、うどん屋さんじゃなくておでん屋さんってあるんですけど、やっぱりそれよりもね、こう薄味で、それでフレッシュな感じのおでん、つきすぎないで、だけどしっとりと味がついてるで、薄味で辛くない。あと嬉しいのが洋辛子ですよね。和辛子
おでんつける。これがね、まあまあ量あったんですよね。量が多くて、でこれつけて食べるのめっちゃうまかったですね。美味しかった。まだまだね注文は、続いてするんですけども、ちょっと待ってくださいね。うまい、めっちゃうまい。ああ、そっかそっか。おー、めっちゃうまい。めっちゃうまいですよね。ちくわうまかったな。深く、浸かりすぎず、浅くなく深くなく、そこがいいね。瓶ビールの2本最高に飲みましたね。ここでもね、取れてんのかな。取れてますか。よし、ビール1本目割っちゃいます。2本目注文しております。この刺身でね、ツマを全部食べない人って言いますよね。私は全部食べます。野菜の補給もできるし、注文したもんを少しでも残すっていうのがね、すごく抵抗があって、もったいないし、栄養にもなるしっていう形で絶対残しません。サントリーの生ビール、こんなビール飲むの初めてです。だって美味しかったですね。店員さんにもこの日もね、ちゃんと、YouTube やってるんですけどって言うたら、どうぞどうぞって言って、入り口から今回も、一番奥の、テーブル、一人用テーブルっていうかカウンターではなくてテーブルなんで、まあなんとか2人やろうかな思ったら2人もなんとかいけそうなとこを、セッティングしていただきました。はい、それで飲み食べやらさせてもらってます。今回、土手焼き2本と3種盛りもうほとんどなくなってきました。であと今ミンチカツ注文しました。ミンチカツも170円なんですよ。まあちょっと小ぶりではあるんですけどもね、十分でソースをかけて、で中がジューシーでふわっとジューシー、よくありますよね。その感じがねめっちゃ良かったですね。見てください。肉もぎっしりでめっちゃジューシーですごくビールのいいあてになりましたね。ビールが進んじゃいます。めっちゃうまい。幸せ。店の雰囲気もね、カウンターが、8人9人座れたりじゃなくて、並べて
でちっこい、机、テーブルが4つぐらいですかね。それでもう10時頃行ったんですけど、もうほぼ、カウンターは満席状態になってましたね。でここは10時から空いてますんでね、ちょうど私の、都合にもいい感じで、行けました。いつも仕事が9時に終わるんで、その道中10時頃やったらちょうどこうジュースを通る部分でありますんでね、ちょうど、都合のいい、通称おいしい店が、発見できました。塩下さんありがとうございました。で今回最後にね帰ろうかなと思ったんですけど、2本目ビールもあるんで、居酒屋の一番大好きなメニューでもありますポテサラもね、こう見かけ以上に、ボリュームがあって、私はマヨラーなんですけど、マヨネーズがたっぷり効いたポテサラ、ボリュームあってよかったです。さあ、あと、あっさり系の鶏皮、これ見てください。きゅうりと、あとポテト、あと人参、糖が入ってめっちゃうまかったです。鶏皮はね、鶏皮とネギと砂糖、玉ねぎですよね。鶏皮だけやったら、若干しつこい的な感じはあるんですけど、玉ねぎがね半分、量も多なるし、さっぱりしてるしっていう感じで、あとポン酢で食えるっていうのがね好きなんです。で最後の1本をこのポテサラと、鶏皮で、この2つの品を当てにして飲んでおります。七つ屋さんって他の、店舗もチェーン店的な感じではあるみたいなんですけど、ここ初めて知って、視聴者さんも立ち飲みやけど早空いてるし、それでめっちゃ安いしめっちゃうまいですよって言うてくれはったんでね、それにつられて今日ちょっと、休みの前に行かさせてもらったんですけど、ほんまにね重曹では一軒目酒場であったり、ヴァンパイアさんであったり、あと重曹屋さんっていうのもあるんですけど、ここもね私の行きつけの店になると思われますね。とにかく安くて落ち着けるのと、やっぱりこう接客、店員さんの良さっていうのもありますよね。僕も男性のね店員さんしかいなかったんですけど、それはそれで心地が良くて、柔らかくて、で愛想も良くて、YouTube の撮影も快くどうぞってここをセッティングしてくれはったんでね、これからも行きやすい YouTube の動画も撮りやすい、居酒屋さんになってくれると思いますのでよろしくお願いします。今日はいろんな、何種類、6種類7種類ぐらいのメニューは食べたんですけど、全て美味しかったですね。これ冗談抜きでお世辞なしで忖度なしで言わさせてもらってます。全て美味しくて、そしてあと楽しくて、癒された七つ屋さん、これからも行かさせてもらいます。男の料理旅かつ、皆さん、今回の動画楽しんでいただけましたでしょうかね。重曹天満、梅田とかを飲み歩きとか、あと魚さばき動画であったり家庭料理的なもの、あとラーメン、チャーハン等の動画をアップしてます。
皆さんよければ、チャンネル登録、高評価もお願いします。頑張っていきます。もうすぐ還暦60歳ですけども、皆さんのご支援で頑張っていきます。お願いします。重曹豆腐じゃなくて豆腐5秒めっちゃいいっす。いい感じでした。安くてうまくてとにかくいい安心できる店でしたね。また来てください。出ました。これからもよろしくお願いします。頑張りますんでお願いしますね。またアップします。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。またアップします。以上です。頑張ります。